こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は体内発酵のすすめということで、私たちの体の中に備わった素晴らしい仕組みについてお話をしたいと思います。発酵食品が健康に良いことは皆さんもご存知だと思いますが、私たちの体の中でも発酵によって素晴らしい物質を作る仕組みがあることをご存知でしょうか。食品に含まれるある成分を腸内の微生物が発酵させることによって作られます。ズバリ、その物質は短鎖脂肪酸といって腸活においても注目の物質なんです。この動画では短鎖脂肪酸とは何か、どんな働きがあるのか、どうしたら短鎖脂肪酸を作ることができるのかについて詳しくお話をしてまいります。体内発酵を意識して健康にお役立ていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。体内の微生物によって作られる短鎖脂肪酸って聞いたことありますでしょうか？酪酸、プロピオン酸、酢酸などの有機酸の総称で、短鎖脂肪酸が腸内環境に及ぼす影響が素晴らしいことから、にわかに注目が集まっています。ちなみに酢酸はお酢にも含まれる成分ですが、消化の途中で吸収されて大腸まで届くことができません。大腸での働きを期待するのであれば、大腸で酢酸を生成させる必要があるんですね。短鎖脂肪酸は大腸粘膜上皮と呼ばれる細胞の栄養源となって大腸の働きを助けます。それに加え、短鎖脂肪酸が増えることによって腸内が酸性に傾くため、酸性が苦手な悪玉菌が減って善玉菌が増えやすくなります。このように短鎖脂肪酸は腸内環境を整える重要な役割を担っている物質なんですね。短鎖脂肪酸はどんな役割があるのかご紹介いたします。まず一つ目、善玉菌が住みやすい環境になる。今お話ししたように悪玉菌を減らし、善玉菌が増えやすい環境にします。先ほどお酢の酢酸は腸には届かないというお話をしましたが、酢酸を作るためのビフィズス菌を増やす環境にもなるわけですね。二つ目、腸のエネルギーになる。短鎖脂肪酸は大腸の上皮細胞のエネルギーとなって腸自体が元気になります。特に酪酸は最も腸の栄養源になることが分かっています。三つ目、便秘解消。短鎖脂肪酸が腸に刺激を与え、蠕動運動が活発になり、お通じが良くなります。これらの働きはごく一部ですが、その他にも様々な健康効果が分かってきています。様々な素晴らしい健康効果があると分かったら、体内で短鎖脂肪酸を増やしたいですよね。その鍵を握るのが発酵性の食物繊維です。短鎖脂肪酸は善玉菌が食物繊維を発酵させることによって作られますが、食物繊維の中でも水溶性食物繊維は発酵されやすく、短鎖脂肪酸を作りやすいことが知られています。水溶性の食物繊維は野菜や果物などに幅広く含まれており、もち麦やオートミールに多いベータグルカン、バナナやキウイなど果物に多いペクチン、ごぼうや玉ねぎなどに多いイヌリンなどがあります。海藻類にも発酵性の食物繊維豊富に含まれています。短鎖脂肪酸を増やすにはビフィズス菌などの善玉菌を含む食品を摂ること、それに合わせて善玉菌の餌となる発酵しやすい食物繊維を意識して摂ることが大切です。両方が相互に働き合って腸内で短鎖脂肪酸が作られ、またそれによって腸内環境が整うという良いスパイラルになります。野菜や果物、未生成の穀物、豆類、海藻類などをバランスよく摂ることによって発酵性の食物繊維を摂ることができます。日々の食生活が重要なのは言うまでもありませんが、忙しい日々の中でそのような食品がしっかり摂れるとは限りません。そこでこの後、できるだけ手軽で簡単な腸活食品の活用法をご紹介したいと思います。まずさつまいもです。レジスタントスターチといって消化しにくいでんぷんが含まれます。
これが発酵性の食物繊維同様の働きとなって腸内環境を整えます。蒸しておけば朝食やおやつタイムにも手軽に取り入れられます。干し芋も同様です。そして酒粕です。酒粕にもレジスタントスターチが豊富に含まれていて、善玉菌の繁殖を助けます。酒粕を2度化してオリゴシロップや甜菜糖で味付けをした甘酒は腸活におすすめです。味噌汁やカレー、煮込み料理などにちょい足しすることも可能です。おやつタイムはバナナやリンゴ、ドライフルーツ、茹でた小豆や豆、寒天なども有効です。食品から取れない時の強い味方もご紹介いたします。食物繊維の中でも発酵性に着目した商品です。こちらなんですけれども、アイソカルファイバーといってグアガム分解物を原料にした水溶性食物繊維なんですね。グアガム分解物ってあまり聞き慣れないと思いますが、グア豆という植物から取れる食物繊維で発酵性が高いことが知られています。さっと溶けて飲み物やお料理の味に影響しにくいので手軽に取れる食物繊維です。1本で 5.2g の食物繊維が取れます。食物繊維はいろいろありますが、その中でも発酵性が高いので善玉菌によって短鎖脂肪酸が作りやすいわけです。グアガム分解物は便秘気味の方のお通じを改善したり、食後の血糖値の上昇を抑える機能性食品ですので、私も朝食の飲み物などに入れて活用していますので、ぜひその方法をご紹介したいと思います。きなこココアパウダー豆乳です。一日の元気と活力のために選んだ食品を入れたドリンクです。まずグラスにきなこだいたい大さじ2杯ぐらい入れます。そしてココアパウダー大さじ1杯入れます。大体でね、大丈夫です。これらはタンパク質や脂質、ビタミン、ミネラル、そしてポリフェノールが取れるんですね。そこに豆乳を加えます。お好みでね、ちょっと蜂蜜なんかを加えていただいてもいいと思います。少し入れるとね、飲みやすいですね。そして腸ケアのためにアイソカルファイバー1袋を入れます。さらにね、私はエゴマ油とか MCT オイルなんかを少し入れてね、取るようにしてるんですよ。これらのね、油は頭の働きにも役立つので、おすすめです。で、よくね、これ混ぜてください。私の朝はこのドリンクで始まります。きな粉とココアの香ばしい味でとっても美味しいです。アイソカルファイバーを入れても全く味とかには影響しないので、すごく飲みやすいです。自然に発酵性の食物繊維もたっぷり取れてると思うと、より元気が湧いてくるような気がいたします。ぜひ皆さんも青汁とかスムージーとかお好みのものをベースにプラスしてみてください。さっと溶けるのでね、すごく使い勝手もいいですよ。先ほどね、ちょっとハーブティーの中にも入れてみたんですけれども、本当に見た目も全く普通のお茶ですよね。こんなお茶でティータイムを過ごしていただくのもいいと思います。カモミールティー、美味しいです。続いて、パプリカ入り卵焼きをご紹介します。とっても手軽で栄養満点です。実は卵というのは完全栄養食といって、アミノ酸やビタミン、ミネラルなど多くの栄養素が取れる食品なんですけれども、唯一ビタミン C と食物繊維だけが取れないんですね。そこにビタミン C 豊富なパプリカ、そしてアイソカルファイバーを入れて作ればパーフェクトになります。パプリカはね、野菜の中でも非常にビタミン C が多い食べ物なんですよ。このパプリカをね、少し刻んで卵に加えてあげると、卵の栄養バランスがすごく良くなります。加える量はね、適量で大丈夫ですよ。そして卵にパプリカを入れます。アイソカルファイバーをプラスすれば、足りない食物繊維もしっかり補えます。味付けね、お好みですけれども、お塩とみりんで作ってみたいと思います。卵焼きにみりんを入れるとね、すごくまろやかになりますのでね、お試しください。
アイソカルファイバーを入れた卵焼き、ちょっとお味見をしたいと思います。味が全然変わらないんで、ただの卵焼きの試食になってしまいますが、いただきます。卵にね、ちょっとパプリカ入れてるだけなんですけど、彩りも綺麗だしね、栄養バランスも満点です。シャキシャキっとしたパプリカの食感もあってね、すごく美味しいです。食物繊維、そしてビタミン C も加わった卵なので、まさに完全栄養食。パーフェクトな一品です。お弁当はもちろん手軽な一品として試してみてください。煮物に加えたりとか、お味噌汁に入れたりとか、何にでも加えてね、手軽に取れますので、すごく使いやすいです。腸活を意識してらっしゃる方、ぜひ試してみてください。今回は今とても注目されている短鎖脂肪酸について、また効率よく増やすための食べ物についてもお話しいたしました。腸内細菌は人の細胞の数よりも多く存在しており、健康はもちろん性格や気分にまで影響させることが分かっています。目には見えないけれども共存する微生物のおかげで様々な恩恵を受けていることを意識して食生活を心がけたいですね。今回ご紹介したアイソカルファイバーは手軽に善玉菌の餌となる食物繊維が補給できるので腸ケアアイテムとしておすすめです。今回は特別にクーポンを作成していただきましたので、概要欄に記載のクーポンをご利用いただくとお得にアイソカルファイバーを購入いただくことができます。ご興味のある方はぜひ概要欄チェックしてみてください。自分のお腹の中で起こる体内発酵、ぜひ取り組んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。